構造解析ソフトウェア、アドベンチャークラスターの最適化機能を用いた解析事例をご紹介します。本事例では、アドベンチャークラスター2024バージョンを使用しています。本バージョンで、最適化の評価基準に応力を用いることができるようになりました。この事例はシンプルな L 字型のモデルを使っています。ここでは位相最適化、特に応力の評価を取り入れた最適化の効果を分かりやすく示す例としてご紹介いたします。最適化の目的として、評価関数を選択します。このケースの目的は体積を最小にすることです。最適化条件成立のための制約は、平均コンプライアンスを初期値の 200% 以下、最大ミーゼス応力を 100MPa 以下と設定しています。ここでのポイントは制約条件に平均コンプライアンスだけでなく、応力も合わせて指定していることです。代表的なアルミ合金 A6063 の幸福点が120から140メガパスカル程度であるため、それより小さい値を制限値として設定しています。また、最適化を行わない領域は最適化の対象外とするため、設計負荷の設定を行います。基本的に高速部や荷重を付加する部位は設計負荷に設定します。体積最小を目的関数としていましたが、最終的には 44.8% の計上を得ています。制約関数としていた平均コンプライアンスの値は 152% となり、もちろん最大ミーゼス応力 100MPa 以下という制約も下回っています。最適化の評価関数として応力を使用できることは大きなメリットです。今回の L 字ジョイントの最適化では、応力による評価を考慮しました。これを合成だけで評価した結果と比較してみます。拡大図の応力集中部にご注目ください。応力は局所的に大きくなる場合があり、平均コンプライアンスが低減しても必ず小さくなるとは限りません。応力最適化なしのケースでは角の部分で幸福点を超える応力が発生しているため、ここから破損してしまうリスクが高まります。一方で、応力最適化ありのケースでは、この部分の応力が緩和されるように丸みのついた形状が生成されるため、軽量で破損リスクの低い形状が自動で導出されています。ここで簡単に最適化計算を行うためのオペレーションについてご紹介しておきます。設定方法は非常にシンプルです。アドベンチャークラスターのプリソフトであるビルダーで、通常行う構造解析の設定を行った後に、最適化のウィンドウを開いていくつかの条件や目標とする数値を入力するだけです。最適化解析の設定は複雑で難しいといったイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、非常にシンプルで使いやすいものとなっています。今回の解析事例では、アドベンチャークラスターの位相最適化機能は、応力を考慮した最適化形状を導出できること、操作性は非常に簡便であることをお伝えいたしました。ぜひ皆さんも位相最適化機能をご利用ください。興味のある方はメール、または弊社ホームページのお問い合わせページからご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。